ようございます。こんにちは、こんばんは。橋立さやです。この動画では神様や宇宙存在など目に見えない世界の方々からのメッセージやスピリチュアルトークを通して皆さんの悩みや質問にお答えしたり、人生に役立つヒントをお届けしています。はい、今日のゲストはとしちゃんです。どうもはい、よろしくおー。願いします。はい、今日のテーマなんですけど、うんうん。私もとしちゃんも実は一回死んだんです。ちょっと待ってね。そう。一回死んじゃったんですよね。でも本当にね。そう、うん。二人とも心臓が止まって心停止して、で、蘇生してきたっていう経験がある二人で、共通点がありまして、で、うんうん。ちょっとそのことのテーマで、その経験をした前後にどういう変化があったのかっていうのをちょっとスピリチュアル的なトークを交えてお話ししていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。としちゃんはうん。何歳頃に一回死んだの？僕ね、23歳、なんか一回死んだのって面白いけどね。あの、23歳の時に、僕ね、うん、フィリピン行ってたんですよ。うん、うん。フィリピンのお友うん、達の、向こうでご結婚するっていうことで、呼ばれて、で向こうに行ってその方のお家に泊めていただいて、すごく大きなところでゲストルームがあったのでゲストルームに泊めていただいて、で、そこ何回か行ったことがあったんですね。でそこに泊まっていた時にお部屋で最初に、2回目の時だったんですけどね、カーテンのうん。との向こう側に光がふっと走ったんですよ。何それ？それでね、その時に、あれ、外の何かの電気の光かなって最初思ったんだけども、うん。あまりにもね、こう、ふーってこう、揺らぐような感じだったへので、え。なんか虫かなとか思いながら、うん、開けたけども、そこには電気とかもないし、うん、車も走らないし、うん、なんだろうって思ってたんですよ。うん、うん。そしたらね、カサカサ、カサカサって音がしたりとか、うん。なんかここいるのかなってちょっと思ってたんです。うーん。そのまま休んで、そのうん、話をした時に、あそこに泊まる人で、何人かの人たちは、そういう光とか見たって言うんですよねっていう話は聞いたんですよ。へえ。それはそうだっフィリた。ピンのホテルですか？本当にお友達のお家、あ、そうなんですか。うん、レンタへえ。ルしてるところなんですけどうも、ん、そこで聞いてね、へえ、そうなんだって、すごく大きいので、いろんなうん、人たちが来てパーティーもやるんですね。うん、うん、で、その翌日に、近くのバンドマンの人たちがうん。あって、来週アメリカにバンドでツアーが決まっていくんだってプロの人たちがいたので、その人たうん、ちのお祝いも兼ねてうん、パーティーがあったんですよね。うん、そこに僕も参加をして、で下に降りて、でおめでとうって言いながら、そこでジュースを最初飲んで、うん、そこから座ってビールを飲み始めたんですよ。うん。飲み始めて口に当てて飲み始めたぐらいの時に、あれ、なんか頭の中でわーっとしたこもやっとした光みたいな感じがなんか浮かぶな、なんだろうって思っていたらば、うん、そのままね、目の前の人がね、ぐにゃって曲げ始めて、うん、うん。でもそれから意識がなくなって、ええ。そうで後で聞いたらば、もううん。白目になって泡を吹いて、ええ。そうでね、もう硬直していて、周りの人がびっうん、くりして、うん、救急車を呼んで、うわーってやりながら、でもうん。こう体がどんどん硬直して、ぐたーってその後なったんですって。もう息してへえ。ないから大変だって言って、うもん。う心臓マッサージをするような状態、水をかけられたりとかね、すごいやってたんですよ。水までかけるの？えそう。え。でもね、その間僕ね、実はすっごい気持ちよくって、もう、はっうん、と覚えてるのが、うん。空を飛んでたんです。ね、よくほら、あの、そうだ。そうなんかね、こう亡くなると三途うん、の川とかうお花ん、うん、畑とかってよく言うんだけども、うん。三途の川とお花畑は全く見えなかったんですよ。うただね、ん、とにかくすごく綺麗な真っ青なうん、空でね、
うん。遠くになんか雲らしきものはあるかなぐらいの記憶しかないんですけどね。うん。宇宙に誰かがいる。うんうん。そこをスーッと飛んでた時に本当にもう重力がなくて気持ちいいっていう感じでスーッと飛んでたんです。うん。どこに行くんだろうなと思ってたら、うん。遠くになんかね、人の姿だけが感じられるんですよ。うーん。一人とか二人じゃなくて、もうね、うん。十何人いっぱいいるの。へえ。その人たちがこう、手を振ってるんですよ。おー、トシちゃんみたいな。それでね、見た時に全然知らない人なのに、うん。すごく懐かしいって思って、うん。あ、行くねって言いながら手を振ったんですよ。うん。そっち側にスーッと行く途中で、なんかね、この横の後頭部のあたりから、うん。すごく強い、行くなみたいな感じでドーンとこう来て、うん。その後に、ダメだダメだっていう声が聞こえて、へえ。何何ってこう、思ってるうちに、パッと目が覚めて、うん。そしたらもう水浸しの、ほっぺを叩くで、うん。マッサージを受けみたいな感じの自分で、もう息うん。がなくっていう状態だったんです。水いらないよね。そう、水もかけられて、足が、心臓のマッサージならわかるけど、水何かよでもあるの。みたいな。そう、そんな状ええ、態でした。大変だったんですね。もうみんな本当にね、その後はもう皆うん。さんに本当にごめんなさい、せっかくのパーティーなのにっていうのでね、うあパーん。ティーちょっと台無しみたいな感じで、うん。いやあ、いや、でも、うん、ねえ、死ななくてよかったですねっていうか、ねえ、ね本当そえ。その事件があって、う。うんうん。その前と後に明らかに違うなっていうことってありました？これね、多分こう、心臓、僕もともと生まれつき心臓は弱いんですね。う奇形ん。で生まれたこともあって、うちょっと弱いん。んですけども、それもあるかもしれないんだけども、その後うん。に、いろんな人と会っていくときに、その人うん。の、よく僕、いつも普段もよく言うんですけども、心の中にあるその感情とか、うん。その人の強い思いとかを、結構キャッチするんですね。うん。うん、で、それがね、例えば、ちょっとこう、この人と今いると、いい人で好きなんだけども、今一緒にいると、ちょっと自分には負荷が強いぞっていう時に、まずうん。一つね、心臓がトン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 ってね、5、6回鳴るんです。へえ、心臓が5、6回合図をしてくるはい。んですね。うあの、ん。皮膚で心臓を感じるみたい。へえ。ピクピクピクってなるんです。余地を教えてくれるんですね。そんな感じですうね。ーん。そうすると僕は、あ、その人と今、長くいるとお互いにう僕もストレん。スを感じるし、う向こうの人ん。も何かあるかもしれない。じゃあちょっと距離を置けるようにしようって、その時間を離れると何事もなくうまくいく。ああ。でもへね、そこえ。頑張って、いや、でもこの人せっかくこう話をしてくれてるしとかうん。思っているじゃないですか。確かにしんどいんですよ。はあ。なので体が教えてくれるっていうのはすごく強くなったのと、うん。あとね、物事の周期の中で、これようん。く、僕が講座をやってたりすると皆さんにもお話しすることがあるんだけども、だいたい5年、7年、こう、周期っていう感じで、いつも僕はうん。こう人生観っていうのを見るんですよね。うん。それが始まったのってこのあたりなんです。どういうことですか？自分の人生をずーっと長い将来こういうふうに行こうっていうことは意識ではできるんだけども、うん。あの自分の中では自分うの人ん。生を一つを5年ぐらいの周期でパターンで見てるんですよ、いつも。へえ。そうするとね、すごく人生の作り方が僕の場合はとてもうまくいく。うで、ーん。うん。そして、毎日を、こう、人生をある意味いつ終わってもいいぐらいの気持ちでうん。生きれる。一度死んへでるから。え。うん。無理なくっていう感じなんですね。全然無理なく、今日でもし人生が終わっても、う自分のん。人生ってすっごい良かったなって思えるような生き方、僕あの場合は変わったんです。あ、ああ、わかるうん。わ。ありまうすよね、そういうのね。ん。うん。そねえ。こはすごい大きかったと思う。う
うなんん。かスピリチュアル的に、そういう出来事があったっていうのはどういうことだと、としちゃん思いますか？多分ね、う命っていうもん。のに関わる時って、例えば人うん。生の中で、自分がこれが正しいんだと思って歩んでいる時に、うん。そこの人生のステージがちょっとずれていたりとか、うん。もう一つこっち側があるよっていうことをお知らせする時のう強い合ん。図が、こういう出来事だと思うんですよ。うーなのでん。結構世界中でも命に関わることがあったりとか、うん。特別な出来事にポンと当てはまった時に、そこから後に人生の見える視点ですよね。うん。生き方とか考え方とか、うあん。とは本当にこう出会う人たちのご縁の層とか、うん。そういうのがどん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 変わっていくんですよね。確かにそれは言えてる。ね。本当にそうですよね。いや、ちょっ今までとね、だとね、全然私こもそんなう、同じようなことを経験しまして、そうですよね。いや、じゃあ、としちゃんの話聞いたんで、私の方の話もちょっと聞いていただけたらと思うんですけうん。ど、で、ぜひぜひ。私はもっとずっと後で、あの、なんか私今55歳なんです。うん。でも、その事件があったのは50歳の時だったんですけど、まあ、もうすぐあと数日で、異動があるんで、今の会社の、まあ、人事異動があって、ちょっと違うところに転勤するっていうことに私がなりまして、で、送別会をしてあげるよって、まあ、プチ送別会みたいなんで、隣の仲のいい、会社の女子が、うんうん。連れてってくれたんですね。ええ。で、当時は中野で働いてたんで、東京の中野区の中野ブロードウェイのちょっと小道に行ったこじゃれたお店に行ったんですけど、うーん。そしたらね、食べてる時に後ろで、なんかものすごい恐ろしいものがいる気うん。配があったんですよ。急に？そうそうそう。なんかちょっと小さなお店で、そんななんかいるあれはないんだけど、後ろに恐ろしいこう気配を、なんうん。かこう、呪い的な感じの気配感じて、おなんだろうこれと思ってた途端に、もうなんかご飯食べていることができないぐらい気持ちが悪くなってきちゃって。うーん。で、その部屋を先にちょっと出たんですね。その後もどん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 具合が悪くなり、で、まあちょっと会社の仕事があるから、連れてってくれた方は先に仕事に戻ってもらって、私だけ公園みたいなところに座ってたんですけど、うん。全然良くならなくて、うーん。で、今度もなんかこう、背中が痛い、ああ、そっかそっか。激痛が走って、うで、ーなんかん。突然声が聞こえたんですよ。声が聞こえたの？そう。で、そろそろ救急車呼ばないと死んじゃうよって聞こえたの。うーん。そうなのと思って自分で立って、でもちょうど後ろに薬局があったんで、調うん。剤薬局まで行って、すいませんとかっていう感じで、自分で救急車呼べたんだ、ちゃんと。おね呼んでくださいって頼んだんですね、その薬局のうん人に。うんうん。で、会社の人にも電話してくださいって、スマホを渡した途端にちょっと起きれなくなっちゃって、うそのーん。調剤薬局のとこで横たわっちゃったんですけど、で、その時に会社の人が来てくれたのも全部うんうん。覚えてるし、救急車に乗せられたことも全部覚えてるんですけど、うんうん。全部わかってるんだね。もう全部覚えてるし、全部顔も覚えてるし、なのに、どうも死んでたらしいんですよ。心臓止まって、一人の自分は覚えてるんだけども、覚えてんですけど、そこで心停止してた。そうなんです。で、なんか、ちょっとなんていうんですかね、映画で、そういう映画とかあると思うんですけど、じじじじって言って、こう、シーンが変わって、別のうんシーンに移りましたみたいな。うん。うーああん。いう、あの、雰囲気で、別のシーンに移った感じがしたっていう、あ、なんかこう、別のパラレルに行きましたっていうような感じで、
なるほどなるほど。だいたいほとんど覚えてて、で、うーん。心停止した後に、トシちゃんのことが思い出されて、うんあ、トうんうん。シちゃんと確か私約束してたよなと思って、うん。すいませんって言って、看護師さんにスマホ渡して、ちょっとこの人に、あの、日曜日の行けなくなったってメールしてくださいとか言って、で、うんうん横ではうん。先生が早くしろ早くしろとか言ってんですよ。で、私なんかそういうことを言ってる記憶もあって、うんうんうん。それが死んでる時なのか、そうじゃないのかわかんないけど、トシちゃん確かにメール行ってますよね。そうなんですよ。受け取ってるんですよね。ですよね。だからそ私は看護師さんにお願いしていう。うん。たんですよ、確か。うん。でもああ、心停止してて、どこから心停止したのかが謎なんですけど、そうだよね。ああ、面白い。面白いでしょ。で、ねえ。っていう感じだったんですよね。あ、そうか。さやちゃんは反対にこう、僕と違って、僕の場合はこう、その時の記憶がピタッとなくなって、別の場所に行っちゃってたんだけどうも、さやんうん。ちゃんの場合は、そこで心停止している自分がありながらも、そのことが全部わかってる状態。そう、心停止した自分は知らないんですよ、私覚えてなくて。うんうん。周りで何があったのかが全部わかってた。そう、なんかいるのも分かってたし、ええ。なんかごちょごちょ言ってんなとかっていうのも分かってたんですけど、どうもその時は心停止してたみたいで、わあ、そう。みたいそれからですね。何か変化あった？その出来事から。あのね、あの、そのその直後と、さらにその後っていう感じで、すっごい変化があったんですけど、うん。その直後は、あの、なんていうんですかね、こう死の境目にいる人たちたくさん病院にいたんで、とかってうなっちゃってるような人と同じ病室だったりしてて、そうかそうか。もううん。死んじゃいそうな感じで、うあ、ん。やだなってすごい思ったら、なんかね、うん。私が思ったら思った通りになっちゃうみたいで、うん。なんか知らないけど、うわーっとなってた人たち、なんか知らない別の病室にみんな移っちゃったりとか、ええ、つっちゃったんだ。そうそう。それで、なんかもうほんとやだ、ねえ。病院早く出たいとかって思ったうん。時に、なんかこう、インスピレーションっていうか、そういう感じで降りてきたんですけど、今のようなチャネリングのメッセージが来る、もうちょっとこう弱い感じの直そっかそっか。感みたいな感じで、うんうんうん。みんなを成仏させてやろうって思っちゃったんですよ。そしたええ。ら、うん。私もちょっと歩き回れるようなぐらいに回復した後に、うん。あの、なんていうんですかね、お祈りしたら、カメラに撮ったら、ものすごい大量のオーブっておいう現お。象が起きたりとか、すごかったんですよ。もう、こう、ぐわーって、うん。みんな成仏したんだなって思ったんで、良かったんですけど、そういそうう。現象があった後、今度は宇宙存在がね、メッうん。セージを送ってくるんですよ。それがだん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 強く強く、うんうんうん。自分も分かってくるようになってきちゃって。そうか。そのあたりから、宇宙の存在たちとのつながりがすごく明確。そうみたいです。そっか。全部覚えてんですよ。だからね、ほら、手術って部分麻酔なんで、カうんうん。テーテルの手術してくれてた時も、うーん。全部先生たちのため息やら、話し合いとかみんな聞こえてるよみたいな、そうか。うそんなー経験をん。しつつ、その後なんか本当に違う次元に行っちゃってる、本当に別のパラレルに移行したっていう感じですね。そっか。やはりこう、命を一度止めるっていうことは、道が隣にあるもう一つの道に移動する、その瞬間がちゃんと用意されてますよね。ああ、確かにそうですね。うん。ね、そうか。いや、さやちゃんのって面白いね。笑えますよね、なんかね。
なんか本当にこういう話すると、なんか不謹慎だとか、うんうん大変怖いとか思っちゃうかもしれないんですけど、全然ね、としちゃんも私も全然なんか笑って話せる感じですもんね。実体験してますからね。うん。そうで、本当にそのね、後からの感覚の今までにない感覚とか、うん。インスピレーションとか、そういうもののなんていうんですかね、純度、精度、こういうものなのかな。そういうものがすごく確かに高まる。うん。とてつもなく高まるし、ただそれを自分自身がそういうものがあっても、自分がそれをちゃんと認識してうん。生かしていかないと、反対に疲れるだけですからね。そうですね。そう。心臓もね、やっぱりとしちゃんと同じでシグナルなんで、結うんうん。構同じように、ちょっと自分には一緒にいちゃまずい人とか、そういうのがシグナルでキュンってくるんですよね、私は。痛くあ、なる。キュンってくるんだ。僕うん。のトン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 とは違うんだね。キュンっていうトンタイプ。トンは来ないですね。ね、なんか可愛い音だね。僕の場合は、ドンドンドンみたいな感じなんだけど、そうなんだ。男性と女性となんか違うのかな。違うのかな。うん。そうか。ね、そんな感じで、ね、今日はこういうお話で終わりにしたいと思います。ありがとうござい皆さんます。ちょっとね、いろいろね、聞きたいことがあったら、ぜひコメント欄にコメントして聞いてください。でね、私もそうなんですよっていう人も、ぜひ教えていただけたら、そうですね。こういうの教えてほしいですね。ね、どういうことがあって、どういうふうに変化が起きたのかとかね、ぜひ知りたいなと思います。ぜはい。ひ。ありがとうございはい、ます。ありがとうございます。皆さんぜひチャンネル登録、高評価ボタンをよろしくお願いしお願います。します。また見てね。ありがとうございます。LINE 登録お願いします。どこからできるの？概要欄にあるよ。